こんにちはったらこんにちは。いつもです。主婦に教えるマイコンプログラミング15限目。今日はパッシブブザーを使ってみます。以前にも少し話をしたかもしれませんが、パッシブブザーを鳴らすのはちょっと面倒です。ただ電圧をかけるだけでは音が出なくて、マイコンなんかでパルスを作って送り込む必要があります。これは逆に言うと、そのパルスの周波数によってある程度音色を変える音ができるということになります。この特性を利用して今日は電子オルゴールみたいなのを作ってみましょう。まずはいつものようにブレッドボードの準備をしていきます。では資料を使って説明していきます。今日はパッシブブザーで電子オルゴール、音階を数学するというお話です。ファイル図はこれになります。かなりシンプルです。スイッチを押すとブザーが鳴り出すようにします。ではブレッドボードに先ほどの回路を組んでいきましょう。まずパッシブブザーを指します。向きに注意してください。プラスのマークが書かれています。お隣にはプッシュスイッチを配置します。例によって向きに注意です。スイッチの片方はグラウンドにつないでおきます。ブザーグラウンドもジャンパでグラウンドラインにつないでおきます。次にブレッドボードとアルディーノをつなぎます。いつものようにまずグラウンド線をつなぎます。次に8番ピンをブザーのプラス側の端子につなぎます。スイッチの片方は2番ピンにつなぎましょう。配線はこれだけですが、今回はプログラムが少し凝ってます。配線後の様子がこれになります。スイッチやブザーの向きは気をつけてくださいね。スイッチは節が上下に向くように縦置きします。ブザーはプラスマークがある方が8番ピン、反対側はグラウンドです。OK ですか？さて、配線は終わりましたので、ブザーを鳴らしていくのですが、オルゴールみたいにしたいので、音楽も奏でたいです。そういうわけなので、ここでちょっと音階について説明しておきます。音とは単純に言えば空気の振動です。どれくらい振動しているかのパラメータの一つに振動数というものがあります。これは1秒間に何回振動したかという数字で、単位はヘルツです。例えば、ピアノの鍵盤の多分中央付近のラの音。これは 440Hz になります。ちなみに8の羽ばたきが 200Hz ぐらいらしいです。ブーンっていうあの音が毎秒200回の振動なんですね。で、例えばこのラの音、1オクターブ上がって次のラの音は周波数が倍、つまり 880Hz になります。逆に1オクターブ下がると 220Hz ですね。この1オクターブ分の周波数変化を12等分したのが音階になります。黒鍵も含めて12等分になります。先ほど12等分と言いましたが、ちょっと難しい言い方をすると、等比級数的に等分になります。例えば220に12回同じ数字をかけると440になるような数字を探します。これ数学的には2の12乗根という数字で、計算するとだいたい 1.06 ぐらいの数字になります。ちなみにこれ無理数といって、いくら桁を伸ばしても割り切れない数字だそうです。これを220に12回掛け算すると、だいたい440になるというわけです。ということなので、それではこれを音階に当てはめると、どの音に 1.06 をかけると、どのシャープ。どのシャープに 1.06 をかけるとレ。レに 1.06 をかけるとレのシャープ。という風に進んでいきます。当然、ミに 1.06 をかけるとファになります。今の話を絵にしたのがこれになります。このように鍵盤を一つ進むたびに周波数は 1.06 倍になります。数字で表したのがこちらになります。このあたりって音楽の授業とかではあんまりやらないですよね。僕も今回調べて初めて知りました。
さて、これで音階の周波数については分かりましたので、次にプログラムに必要なのは音の長さです。楽譜に書かれているよく見る記号がこれです。音の長さというのは、全音符を1とすると、2分音符はその2分の1、四分音符は全音符の4分の1となっています。まあ、名前から見ればお察しですよね。ここでも相対比率が2の等比級数になっています。音楽ってこんな構造多いですね。では、例えばこの四分音符、実際に何ミリセックなのっていう話なんですが、これもちゃんとテンポとして楽譜に記されていて、四分音符イコール60と書かれていれば、1分間に四分音符が60個入るということです。つまりこの時、四分音符の長さは1秒ということになります。というわけで、音の周波数とその長さが確定しました。では実際にプログラムにしてみましょう。プログラムの冒頭部分がこれです。3つ変数を準備していて、最初のブザーピンとボタンピンはそのまんま、ブザーとボタンをつなぐピン番号を表しています。で、最後の BPM は音楽のテンポ。さっきの四分音符イコール60を表す変数になります。で、最初のこれ、ノート 2Hz が音符を周波数に変換する関数になります。文字として A から G を入れると、その周波数を整数で返す関数です。ここで初めてスイッチという文が出てきます。このスイッチ文は、括弧の中に入れた変数によって、複数の選択肢の中から何を実行するかを決めてくれます。ぶっちゃけ if 文でも同じことができるのですが、こういう場合だとスイッチ文の方が簡単に書けます。例えばこの例だと、このノートに入ってくる文字によって何らかの数字を返すことになっています。C が入ってきたら131を返すということですね。もし A から G 以外の文字が入ってきたら0を返します。これが最後のデフォルトコロンリターン0の部分です。ところでさっきの音階の説明で C の音は262だったのですが、もう少し下のオクターブから使いたかったので半分の131を入れています。これが最低のオクターブで、これより上のオクターブを使いたいときはこの数字を2倍して使います。もう1オクターブ上げたければさらに2倍します。次に実際に音を出す部分の関数になります。このサウンド関数は3つの因数を持っています。最初のノートが音階を意味しています。次のオクトが何オクターブ目かということです。0を入れると A の音が 220Hz になります。1を入れると1オクターブ上で A の音は 440Hz になります。最後の連が音の長さを表していて、四分音符だったら4、八分音符だったら8を入れます。楽譜を見ながらの入力に便利なようにしています。実際の音の長さはこの部分で計算しています。60秒、つまり6万ミリセックを BPM で割ると四分音符の長さが出るので、それを4倍して全音符の長さを出します。で、連に入ってくる数字が何分音符かを表しているので、その数字で割るというわけです。わかりますかね？次の行で入ってきた音階を周波数に変換しています。冒頭で作ったノート 2Hz 関数ですね。プログラムの中でこの辺がオクターブの倍率を計算している部分になります。オクトの数字によって初期値が1である丸に2を何回かけるかが決まります。で、実際に音を作っているのがこのトーン関数です。これにも因数が3つあって、最初が音を出すピンの番号、次が周波数、最後が音の長さです。周波数の部分にはさっき計算した丸をかけて、オクターブの位置によって音を計算しています。
このトーン関数によって指定したピンに指定した周波数の区形波が指定した時間出力されます。そこにパッシブブザーをつなげば指定した周波数の音が出るはずです。まあ区形波なのでいかにもな感じの電子音になりますけどね。で、注意が必要なのがこのディレイの部分です。トーン関数はちょっと特殊な関数で、この関数が終わるまでプログラムが待ってくれません。このディレイで待たせておかないと、前の音を出している最中に次の音を出し始めてしまいます。なので、トーンで使った長さ分のディレイを入れます。さらに、前の音と次の音が被らないように、5ミリセック分余裕を持たせています。さて、実際に音楽にします。ここではすごく簡単なメロディーです。さっきのサウンド関数を並べているだけです。ここの S は給付を意味しています。オクターブの部分には全体に上下できるようにベースという変数を入れています。このベースの数字を変えることで全体的にオクターブごとを上げたり下げたりできます。ほとんどが四分音符で、最後の一つだけちょっと長めの二分音符です。プログラムのメインの部分です。セットアップはいつものようにピンの設定をやっています。1番ピンを出力に、2番ピンを入力に設定します。2番ピンはボタンをつなぐので、例によってインプット_プルアップです。ループの中ではボタンの状態を監視して、押されていたら music1 の関数を実行します。つまりボタンを押すと音楽が流れるというプログラムになっています。では実際にやってみましょう。これ確か動物の森で画面転換に使われていたメロディーだと思うんですが、どうでしょう？こんな感じです。思ったよりちゃんと音色が出ていました。今回も特に課題は設けませんので、自分でもいろんなメロディーを組んでみてください。というわけで、今回はパッシブブザーを使って電子オルゴールっぽく音楽を奏でてみました。さっきのだとあんまり音楽っぽくないので、もう少し頑張って入力したものがあります。最後に聴いていただきましょう。ラベルのボレロです。いかがでしたか？結構それっぽく聞こえますよね。一音一音入力するのは大変ですけどね。ただビープ音を鳴らすだけでも味がないので、いろんな通知にメロディーを使うとちょっと楽しく使えるんじゃないかと思います。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画勉強になったなぁと思われましたら、ぜひ高評価をお願いします。このチャンネルではこういうプログラミング教室とか電子工作的な動画を上げています。興味がありましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。次は電子工作の予定です。ではまた次回、よろしくお願いします。